どうも、黒猫教授ですにゃ。今回から1980年、90年代を中心とした OVA のことを語るべく動画を投稿したいと思いますにゃ。アシスタントの高間原内です。サブカルチャーに詳しいという設定になってる某作品のヒロインです。以前から OVA のことは語りたい、と思っていたんですがにゃ。なんせ古いので資料がないのにゃ。裏付けも少ないにゃ。のでどうしようかにゃと。1980年って、もう40年も前だからね。40歳以下の人にとっては知ったことじゃないよね。僕もいくらアニメ好きでもさ、高校生なんだよ。生まれる前のことにどこまでついていけることやら。なので会話形式にして、あくまで試験ですにゃ。黒猫教授の個人的な意見ですからにゃ。というあたりを明確にしていくつもりにゃのにゃ。ああ、だから僕がツッコミ役として引っ張り出されたわけね。それでは今回取り上げる作品ですにゃ。ご先祖様万々歳にしたいと思いますのにゃ。鍵の穴から覗く空は広かった。見たことのない明日のめくり合い。いつもインターホンから始まる宇宙。一歩出てみればそこは荒野。家族を守る鎧はない。ルーツを探る武器はただ意識だけ。愛、夢、フロンティアがそこにあれば。家から家路、家伝え家元、いつだって悪感。家庭はかない、家来にかける軸を越えて走れ。ご先祖様万々歳。また、マニアックなタイトルを、初回なんだからもっと知られてる作品にした方が良いんじゃないの。十分知られてるにゃ。押井守監督の名作 OVA なんだにゃ。押井監督が一気に有名になる。ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊の前でしょう。だから、その前から知られてたのにゃ。うるせえやつらテレビシリーズのチーフディレクターだったんにゃ。ビューティフルドリーマーの監督なのにゃ。1979年、うるせえやつら、テレビ放送開始。1983年、うるせえやつら2ビューティフルドリーマー、劇場公開。多数のクリエイターに影響を与えたと言われる映画か。嘘でもないみたいだね。なんにゃ。生まれる前だから知らない。にゃんって言ってたくせに、やたら詳しいじゃにゃいかにゃ。こんなただのカタログデータ。ネットで調べればすぐわかるよ。誰かも言ってたでしょ。ネットは広大だわ。ってね。その言葉には逆らえないのにゃ。いいや、まずは本題に入ろうなのにゃ。ご先祖様万々歳。全部で6本。1本およそ30分。1989年から1990年発売。この当時の OVA としては珍しくない企画だね。監督は押井守。キャラクターデザインは宇都宮悟。音楽は、様かせめてさんをつけるのにゃ。宇都宮悟様。1990年代を席巻した偉大なるアニメーター様にゃ。わかったよ。宇都宮悟さん。これでいいね。どこまで行ったっけ。音楽は河合健二。様かさんをつけるのにゃ。河合健二様。アニメだけでなく、ゲームにテレビドラマ、映画、劇伴業界の偉大な大御所なのにゃ。わかったってば。宇都宮悟さん。OVA が作られた頃はひらがな表記だったけど、最近は宇都宮悟名義で活動しているね。アキラの原画で注目され、ご先祖様万々歳。では皇族のアニメーター、西尾哲也、田中達之などに多大な影響を与えた。へえ、田中達之さんは知っているよ。ゲーム、ピンダキュールの絵を描いていた人でしょ。西尾哲也さんも知ってろよにゃ。ナルト、なのにゃ。でも、そんなにすごいのかな。
OVA のジャケット絵を見てもせっかく美少女ヒロインが描かれているのにさ。これ受けそうな絵じゃないよ。美少女ファン受けが全てじゃにゃいやい。でも、その通りにゃ、ご先祖様万々歳が商売的に失敗したと言われる理由はそこにあるのにゃ。うるせえ奴ら、能志守監督の新作として、ある日日常に不思議な美少女がやってくる、みたいな宣伝をしたら、誰でも、うるせえ奴ら、やらむちゃんチックな美少女アニメを期待するのにゃ。それでこの絵柄を見せられても。犬丸、父さんは。分かってるってば。父さんは毎日遅くまで働いて疲れてるんだ。たまの休日ぐらい思う存分ゴロ寝しておならして面白くもないテレビのスポーツ番組を見て無意に過ごしたからって。おじんだの無気力だの生ゴミだの、誰にも言わせやしないとそう思っているさ。そう、一斉に咲き乱れるセイタカ泡立ちそうな花の燃え上がるような黄色のセータ買ったのかいそれよ。ー。残念だけどとても手が出なかったよ。28,000円。母さんはもちろん父さんに頼んでもそう簡単には OK してもらえないと思って。それで隣の運動用具店で有り金はたいてこの金属バットを買ったんだ。犬丸、お前は小さな頃から気持ちの優しい子だった。たとえ自分が傷ついても決して人に手を挙げたりはできない。時に父である私が歯がゆくなるほどに。でも父さんには分かっていたよ。天使のような少年がやがて己の内なる暴力衝動に目覚め、一匹の獣と化して私の前に立つ日が来ること。だから私も買っておいたんだよ、犬丸。あの駅前のブティックの隣の運動用具店でこのメタルフェイスのドライバーを。店の親父は私にこう言ったよ。その破壊力においてメタルフェイスのドライバーは金属バットに勝ると。それはまさに悪魔のささやきだった。だが私はドライバーで武装したことに今一抹の不安を感じている。なぜだかわかるか、犬丸。インパクトの瞬間、ヘッドは回転する。こうして平凡な家庭で平穏な日常を送る主人公よもた犬丸の家に、謎の少女マロコがやってきて物語が始まるんだ。平凡じゃないよ。全く平穏な日常に見えないね。これどう見ても美少女ファン向けの作品じゃないね。舞台劇みたいだし、主人公とお父さんのやりとり怖いし、セリフやたら長いし、でもアップの絵はリンダキューブに影響を与えたってのが、ちょっとわかる気がしちゃった。そうにゃんだ。自分も舞台劇をイメージしたみたいと思ったんだけどにゃ。その後、パトレイバーで押井監督と一緒に仕事したスタッフは、あれは舞台劇じゃなくて押井守がにじみ出るとああなるんだと言っているのにゃ。それであんまり興味は持てないけどこの後どうなるの？興味持ってくれよ。謎の少女は名乗るんだ。自分は未来からやってきたあなたの孫です。と。何それは、ドラえもんなの？犬丸くんが世も竹を貧乏にしてしまったんで、未来の子孫が猫型ロボットの代わりに美少女を送ってきたの。違うって。まあ見てほしい。ここは私が仕切ります。犬丸の孫だと名乗るこの娘の正体の可能性は4つだけ。1つ、犬丸とそのガールフレンドが仕組んだ悪質な冗談である。それなら父さんの隠し子って設定にするね。2つ、父さんがその隠し子に因果を含めひ孫として養育しようとしている。たとえそうであってももう少しマシな嘘をつくよ。3つ、この子はである。私はではありません。4つ、我が家の財産を狙い子孫を偽って入り込もうとする詐欺師である。財産なんてどこにあるんだ？未払いのローンだけじゃないか。だいたい詐欺師ならもう少し現実味のある設定で迫るよ。俺の孫だよ、孫。私の名は四元マロコ、父の名は犬丸、父の父の名は犬丸、そのまた父の名前はキネクニ。ご先祖様に一目会いたくて38年後の近未来からタイムマシンを借り時を超えてやってまいりました。という5番目の可能性はなぜ否定されるのでしょうか。
否定なさるのでしたら、その根拠をお示しになってください。それは確かにそうだな。可能性としては同等でなきゃ。少なくとも論理的ではある。バカバカしい。あなたたちタイムマシンなんてたわごとを信じるっていうの？信じる信じないなら父さんの隠し語説だって同じことだろ。可能性ってことで言えば検討はするべきだよ。大体可能性云々を持ち出したのは母さんじゃないか。可能性という言葉は無限定に使われるべきではありません。常識的かつ日常的、すなわち現実的な範疇でこそ使われるべきであって、タイムマシンだのタイムトラベルだの、そういった SF 的かつファンタスティックな設定を現実的であるべき家庭内のドラマに持ち込むことは、この私が許しません。あなた、その娘を追い出してちょうだい。それができないのなら私がこの家を出ます。民子、この子はよもた家のものだ。この家のものだ。分かってくれ。お尻のあざ一つ、長年連れ添い駒でなした私がお尻のあざ一つに負けるなんて。さようなら犬丸。悪い女に気をつけて。さようならあなた。お体を大事に。飲みすぎに注意してね。よもたの家に嫁いで20年。私は犬丸の母であり、あなたの妻でありながら、結局よもたの人間にはなれなかった。でも私は決して追われてこの家を出ていくのではありません。一人の女として、元の八甲田民子としてこの家を見限るのです。必ず帰ってきます。あなたや犬丸を取り戻すために、よもたの家と戦うために。その時まで犬丸、あなた、しばしのお別れです。お母さんなんだかかっこいいね。押尾真知子さんじゃないの。1話のラストに流れる音楽も良いね。そうなんにゃ。お前良いやつだにゃ。この1話のラスト最高にかっこいいと思うのにゃ。河合健二様の音楽も最高なのにゃ。ほとんど同時期に、機動警察パトレイバーも作られていて、これ以降押井守監督の音楽といえば、河合健二というなくてはならない相棒になっていくのにゃ。なるほどね。いろいろ変すぎるけど、珍しいアニメという意味では面白いのかもね。その後第2話ではマロコを追ってきたタイムパトロールの室と文明が登場。3話ではお母さんが調査を依頼した探偵タタラ番内が登場するんだ。時はたかも21世紀中央、タイムマシンを買って過去へ渡航し、あるおことか己が血縁との接触を果たさんとする不純血縁交友者が続発。激増する家計の不正改変が社会不安を醸成するに及び、政府は厚生省内部に時間管理局を設置。職員の中より時間感覚に優れ、かつ時間の観念に厳しいものをその局員に充てた。厚生省時間管理局対時間犯罪特殊機動捜査班。人々はその捜査官を時の番犬タイムパトロールと呼んだ。歴史を守り時の流れを支える彼らの捜査活動に明日という言葉はない。私の名は室戸文明、対時間犯罪特殊機動捜査班。20世紀末極東地区担当38歳独身山田マルコ。君をタイムマシンの不正使用並びに不純血縁交友の現行犯として逮捕する。
やかましい。貴様のような奴にマルコを渡してたまるか。やめておじい様。運命は恐ろしい男よ。愚かな。なぜに死を急ぐ。私は私自身の主観に彩られたこの目を信じない。このカメラのレンズを私自身の目として生きているのです。そんなことが可能だと？自らそう訓練してきたんですよ。探偵という職業を選び取ったその日から。私たちうまくやっていけそうな、そう思いにならない？一枚よろしいですか、奥さん。いいね。いいよ。最高だ。これだけの事件を巻き起こしつつ受け入れられ、そして今も信じて疑われぬ、このとてつもない設定なんなら虚構と申し上げてもよろしいが、このペテンを支える根拠とは一体何か。尻のあざでしたっけ。猛虎犯ですわ。星型の猛虎犯。バカバカしい。若い娘が尻をめくったぐらいでコロコロとあのスケベ親子が。確かにご子息に関して言えば、あの娘の色化に迷い、あえて信じたふりをした、つまり確信犯の疑いがあるにはありますが、しかしご主人は違う。ご主人はあの娘が真実自分のひ孫であり、自らの血縁の末端に位置する存在と信じ、そのありうべからざる設定に残りの長い反省をかけた。なぜ？どうして？長年連れ添った妻である私の言葉に耳も貸さず、なぜそんな曖昧なものを信じなければならないの？家を守り家庭を守るため過酷な日常を生き抜いてきたご主人にとって、タイムトラベルだのタイムマシンだのはあまりといえばこと向け、文字通り一生に付すべきよだ話に過ぎませんでした。非日常的飛躍、非現実的設定。しかしだからこそご主人はそれを受け入れたのです。だからどうして？なんとなれば人間は時として、いや常に虚構にこそ己をかけようとする存在だからです。ああ、なんていうか、みんなうるさい人たちだね。理屈っぽいというか、喋りすぎでしょ。まあにゃ、超高絶がこの頃の押井監督の特徴なのにゃ。声優さんたちの声が面白いから、それなりに聞いていられるけどさ、普通なら飽きちゃうよ。室戸文明は源田鉄章さん、多々良番内は山寺宏一さん、声優さんたちは本当に達者な人が揃っていて、そこも魅力なのにゃ。そういえば主人公の犬丸くんは古川敏夫さん、うるせえ奴らの諸星あたる。作るぞ作るぞ、全宇宙的スケールのハーレムを、究極のハーレムをな。宇宙の女はみんな俺のもんじゃ主人公の父親、四田杵国は尾形健一さんや、まんまあたるの父親を演じていたのにゃ。あたる。なんだい父さん。お前はまだ高校生なんだぞ。結婚式の費用やらハネムーンの旅費やらどんだけはやめとけよ。主人公の母親の民子さんは鷲尾真知子さんや。鷲尾真知子さんって言ったら女優さんのイメージが強いよ。アニメ声優もやっていたんだね。アニメのお仕事は少なくて、このご先祖様万々歳とうるせえ奴らの桜先生くらいだと思うのにゃ。私ら桜じゃ入りたくないが入るぞ。実は戦国のシリーわ今宵はいつぞやのようにはいかんぞ。この結界破ってみるか。水さん。声優さんといえば忘れちゃいけないのが永井一郎さんや。ああ、毎回オープニングの前に、なんでこんなもの見せられないといけないのっていう鳥のうんちくを聞かされるあれね。バカバカ。にゃんてこと言うのにゃ。あの永井さんのナレーションで作品の味わいが増しているのがわからんのかにゃ。まあもちろん永井一郎さんの声の演技は素敵なんだけどさ。仏法草木最強か最強。くちばしの上の巨大な突起ゆえに2つの頭を持つ会長としてヨーロッパに伝えられた熱帯降雨林の王者。
その独特の育児法は近年に至るまで詳細を知られることがなかった。地上をはるか数十メートル、親が運ぶ餌を受け取るためのわずかな隙間のみを残し、泥や藁くずで漆喰状に入り口を固められた木のうの中、外界から隔離された巣穴の中で最長の一生は始まる。それはその中で育つヒナにとってやがて訪れる巣立ちを迎えるための第二の卵であり、猿や猛禽などの外敵から己を守る統治下でもあります。その閉ざされた世界に無断で接近を図る者は、たとえ餌を運んできた親といえども親はその独特の羽音によって自らの接近を知らせ、子はその鳴き声によってそれに応える。育て養われる間柄なればこそルールを必要とするのは鳥ならぬ人の世にあっても同じこと。とは言いながら、世間知らずの高枕、世情知らずの箱入れ娘、親の苦労も知らぬげに、くっちゃねえくっちゃねえ、また寝ては食い。時節を待てよ柿の種、いずれ芽が出る花も咲く。桃栗3年かけ8年、梅は水とて13年。社慶孫節慶son節案、蛍の光窓の雪。時は流れ月は満ち、ある日途絶えた仕送りに、外を見やれば恨めしや、巣立ちを促す母親心。いつまでもあると思うな親と金。肉体は外界を望み、心はゆりかごの暗逸を求める青春のアンビバレント。生きるべきか死ぬべきか。そして今、自らの手で殻を破り現実へとその第一歩を記した若者の目に映る世界とは。やっぱり長いよ。本編の続きはどうなったのさ。犬丸くんとまる子ちゃんは。お前にゃ。4話にして別れになっていた家族が再会するのにゃ。そしてついにマロコの素性が探偵の口から語られるのにゃ。ここがあの大洗海水浴場なのね。家族向け海水浴場のメッカ、そして離れ離れになった家族が再会を果たすという伝説の浜辺。ここがその大洗海水浴場なのね。お客さん、なんかの間違いじゃないですか。クラゲの大発生とともに客足も遠のき、今は訪れる人も絶えて久しい裏ぶれた海水浴場。かつてこの地に集った家族たちの記憶だけが寄せては返す週末の浜辺ですよ、ここは。いいえ、間違いないわ。間違えるはずないじゃないの。犬丸。そしてそこに通りすがりの客を装って佇んでいるあなた。お待たせしました。あなたの妻の民子です。あなたの母の民子です。帰ってまいりました。おお、パチパチパチ。やっぱお母さんかっこいいよね。ここからが大事なとこなのにゃ。昭和62年5月、青森県八戸市の小早川家に道下長男の諸子を名乗る少女が現れ、同日より同居。同月20日、同下次男の養女として入籍。その後同女の処遇をめぐって次男夫婦口論の末別居、後離婚。同年7月、同下三男同女を伴って出奔。現在に至るも生死不明。昭和63年1月、東京都福生観光編で死亡した動画スタジオの経営者布山裕二42歳の葬儀場に同氏の少子を名乗る少女を出現。その場を大混乱に陥れ、そのまま逃亡。同年3月、盲腸肥大症で自宅療養中だった名古屋市在中の声楽俳優柴山茂雄38の自宅を、同氏が学生時代に交際していた女性の忘れがたみと称する少女が訪問。
看護中だった内縁の妻見舞いに訪れていた愛人を巻き込む激しい口論となり、興奮した同志は布団の上で抱っこ。40日間生死の境をさまよう。同年8月北九州小倉、同年10月沖縄県石垣島、同年11月には北海道苫小牧市、翌2月サンフランシスコ日本人街。この謎の少女の訪れるところ、破壊と混乱が渦を巻き、彼女を受け入れた家庭は文字通り血で血を洗う争いの後、離婚、出奔、一家離散。そう、彼女こそ家庭に対する純粋な悪意そのものに他なりません。その赴くところ、反目と裏切りの出資をまき散らす家族の敵、家庭秩序の破壊をもぐろむ永遠のアナーキスト。ってことはマルコちゃん死んだってのは嘘だったんだ。やっぱり詐欺師だったんだ。そう思うのが素人の浅はかなのにゃ。その言われ方なんかムカつくな。まあ確かに全6話で4話目だものね。まだ何かあるってことだね。総5話目ではすでに重た一家は犯罪者になっているのにゃ。万引きファミリーなのにゃ。それはまた一大展開だね。ドジ、ごめんなさい、ひいおばあ様。そして5話の最後に今まで隠されていた驚愕の真実がついに明かされるのにゃ。あんま興味持てないけど、それって何なの？興味持ってくれにゃ。しかしそれは言えないのにゃ。気になる方は本編を見てほしいのにゃ。あれ、でも全6話だから、まだ6話があるんでしょ。そうなのにゃ。6話はエピローグとでも言うか、時間軸ははっきりしにゃいけどおそらくだいぶ先のお話なのにゃ。その後、ああ、反響欄の親父はその場から失踪して現在に至るも生死不明。おふくろは愛人の私立探偵と第二の人生を目指して写真館を始めたものの、恐喝事件を起こして服役中。そして俺は彼女の消息を求めてカウンターからカウンターへ立ち食い蕎麦屋を訪ね歩く放浪の旅ってわけさ。と捕まえて恨み事の一つでも言ってやりてえのかい。情けない話さ。これだけの目に遭わされていながら、俺は今でもあの女を、彼女の顔を思い浮かべるだけで、彼女の名を口にするだけで切ないような、懐かしいような。ごちそうさん、うまかったよ。じゃあな。マチーナ。なかなかよくできた話だが、この道一筋30年の俺には通用しねえぜ。いや、でも。ねえ、皮割れてんだ。ボタボタ抜かすんじゃねえ小僧。おめえプロだろうが。通称泣きの犬丸。流れ者の若造がこの辺で仕事してると聞いちゃいたが、よりにもよって俺の店へ現れるとはな。いや、だからね。近未来からやってきた孫娘を名乗る女詐欺師だ。虚構ってもな、もちっと現実味のある設定から出発するもんだ。物語をなめんじゃねえ。食い逃げのプロ、それプロっていうの。あ、この辺りは押井監督の脳内物語とでも言うのかにゃ。うるせえ奴らのテレビシリーズの頃から、高橋留美子先生の原作にはない、立ち食いのプロの話が時たま出ていたのにゃ。2006年には押井監督の手で、立ち食い死列伝として映画まで作られているのにゃ。よくわからないけど、バックボーンが一応はあるわけね。今は気にしないでラストを見ようか。欠陥工事がバレたとかであのマンションにはもう誰も住んじゃいねえんだぜ。いいんでしゅ。
きにしな。やな。素晴らしかった。素晴らしかったのにゃ。うわ、なんで泣いてるの？早送りで最後まで見たけど、正直、話がよくわからないね。タイムパラドックス、ミステリー、SF と呼ぶには少し、だし、ドタバタ逆にしては変に思わせぶりだし、なんだかミュージカルみたいになってるし、ラストはいきなり変な方向に突っ走ってるし。うさいのにゃ。良いのにゃ。これはこれで。っていうか、早送りすんにゃ。ちゃんと見ろ。土下座して詫びろ。正座して鑑賞するのにゃ。音楽は素晴らしいにゃろ。サントラを再度売ってほしいのにゃ。サントラ？何これ？調べるとすごいプレミアついてるね。サントラ CD は商品として売られたことがなくて、LD ボックスの特典としてだけついてたのにゃ。にゃのに、DVD ボックスにはついていない。ってどういうことにゃ。DVD ボックス発売されるって言うから、LD ボックス買わずにこらえたのに、CD がついてにゃいにゃら、やっぱ LD ボックス買っておくべきだったにゃ。っていうか、ブルーレイボックス出してくれにゃ。そいで特典にサントラ CD つけてくれればいいのにゃ。はあ、個人的な恨みや要望がたくさんあるんだね。とりあえずそろそろ終わろうよ。もう読んでる人も飽きてるよ。そうだにゃ。では最後に特典を発表したいのにゃ。特典、採点するんだ。勝手に採点するのも作品に対して失礼かもしれにゃくて、ちょっと恐れ多い気持ちもあるのだけどにゃ。しかしやっぱり数字くらいつけにゃいと、見ている人もわかりづらいと思うのにゃ。ルールは基本が10項目各10点の100点満点。映像、絵柄、企画、設定、展開、BGM、主題歌、声優、演出、オリジナリティの10項目。良いんじゃないの？あくまで個人の勝手な意見だし、あなたの採点を本気で信じる人なんていないから、気楽に発表したら。それでは、音楽、
特に1話と最終話の音楽に1万点なのにゃ。1話のお母さんのかっこよさに2万点なのにゃ。2話と3話の少しだれた感でマイナス1万点。宇都宮さんの動画に1万8000点。永井一郎さんのナレーションに5万点。押井守監督の謎なうんちく超口舌と緩急の効いた演出に10万点。100点満点で説明したばかりでしょう。うるさいのにゃ。好きな作品を語るのに冷静に採点にゃんかできるか。なにゃ。仕方がない。じゃあ僕が客観的な採点をしてみせよう。音楽は素晴らしい。BGM、10点。主題歌7点かな。絵は動くのはわかるけど、これで買いたくなる人は少ないよ。映像、8点。絵柄、3点。話のわけのわからなさで設定、1点。展開、3点。企画は、売れなかったのが全てでしょ。4点。声優さんは力のある人が揃っていて、それで面白くなってる。プラス10点。オリジナリティはあるね。刺さらない人には刺さらない。刺さる人には深く刺さる。個人的にはあまり刺さらないけど、目の前の人には刺さってるみたいだし。プラス8点かな。演出も変スピでよくわからないけど、まあ良いと言えば良いのかな。6点。全部で60点。低いのや。損にゃはずあるか。ちゃんと見ろやのにゃ。うるさいな。だからフロータは嫌なんだ。あなたは18万8000点なんでしょ。平均を取れば9万点だよ。100点満点で9万点だからすごいじゃない。そうか。にゃらは許す。補足するならば、癖の強い作品だからね。デビューにおける。星5をつける人も多いけど、星1の人も多いみたいな。合わない人には合わないだろうけど、大事な作品と思う人もいるんじゃないかな。ただ、そういう作品で平均的な感覚で採点するとどうしても低い点数になっちゃうんだよね。では、第1回は終了だよ。また2回もやる予定だけど、あくまでマイペースでゆっくりやっていくつもりなんであまり期待しないでね。